大涌谷、もう後ろ噴煙がすごいね。観光地感があるね。あ、本当。やっぱホテルとかそういうのもあるし、うん。コンビニが例に漏れず茶色。そうたださ、道が綺麗だよね。そうだね、整備されてるね。歴史長いなんですよね。ミドスペッカイズのジャンボです。 OK です。よろしくお願いします。今日は卵を食べたいと思って、神奈川の方に走ってます。黒い卵があるんです。寿命伸びるらしいね。伸ばしましょう。すげえいい天気の中、東京都から神奈川県に向かってます。比較的ね、行きやすい場所だよね。そうだね。箱根。今日はね、登山とかというよりも車で気楽に行けるところを回っていきたいなと思ってます。はい、楽しんでいきましょう。天気がおかしくなってきた。そうだね、俺もさっきから感じてるよ。う風も出てきたしね。だからもしかしたらずぶ濡れ黒卵になるかもしれない。いやらしい。いやらしくないよ。なんでそうなんねん。ずぶ濡れ黒卵。何もいやらしくはないよ、事実よ。ずぶ濡れでもまだ言うのそれ。まだ続けんの。ずぶ濡れ黒卵について。ずぶ濡れで生卵を違う黒卵を食べる。ねえ。ねえ、いや何がやねん。車内雨降ってたら濡れちゃってね。で黒卵をもう企画上さ、買って食べたいわけですよ。そう。しょうがないよ。ずぶ濡れで黒卵を食べることになるだけやもん。無輪って出るなんだよ、生卵が無輪って。またそれも言い方。そんな妙な生々しいフレーズを出すだけやんか、それ。違うよ、無輪って出て。無輪って何しかも。プロが作るやつってなんか剥きやすいじゃん。つるんと剥けるね。そう。その最後につるんって剥けるってジャンボさんは表現してるけど、あの瞬間って無輪ってちょっと大きめの殻が、もう一気に剥がれる。そうあの時ね。そういや、つるんやろ。無輪でしょ。嫌やなんか。嫌やな、なんか。あ、閉まってる。大涌谷が閉まってる。通行段止めだ。9時から16時。なるほど。なるほど。じゃあ明日の朝9時に出直しましょう。そうだね。残念。明日の朝9時に。朝9時に出直しですね。行きます。はい、了解です。正面に水が出てきた。この信号を右です。遊覧船乗り込んできた。わあ。これは観光地ですね。観光地ですね。まもなくこっちの方が人少ないね。そうだね。スプリガンソーセージ。あ、これは箱根神社のこの鳥居。斜め左手で、のこっち側が湖です。遊覧船も走ってる。なんか豪華な船がいる。そうだよ。あれよくテレビとかでもやるよね。ジャンボさん、あのまま通り過ぎちゃうとさ、もう何もなくなってきちゃいそう。ジャンボさん、そういうところあるでしょ。そういうところある。いつも「おー」って言ってね、そこでなぜか知んないけどアクセルをそうだと分かった。見てなかったでしょ、とかさ。スイーツはパンを買ってる。思いっきり蕎麦屋とかあったよ。そばだよ。蕎麦気分じゃないの。そばだよ。ほら、それで明かりとかが見えてもさ、
ジャンボさんビューいっちゃうじゃん。だからさ、いやしてくれよ。そういう匂いってブラックだよこれ。ここ行く？ハンバーグあるよ。ハンバーグあるって入った。ここに入った。まさかのここに入った。問答無用で撮って。うまいわ。木こりだよ。イノシシがいたね、親子。したな。いやー、なんか今回もワンニャンパニックですね。ワンニャンパニック。ねえ、ジャンボのワンニャンパニック。親子だね。おとなしい。喧嘩してんね。前通って大丈夫？先に行かそう。突進してきたりもするかもしれないじゃん。そうだね。大人の方なんかとかさ。だから言ったね。ダメ。でもさ、イノシシね、うん。僕の地元にもイノシシ山ってあるんですよ。はいはい。通称イノシシ山。うん。そこで子供の頃めちゃめちゃイノシシを見たんですけど、その時見たイノシシはもっとでかかった気がするよ。それ自分がちっちゃかったとかじゃなくて。そうなんかな。印象的にさ。そうなんかな。もうね、アルファードぐらいあった。だとしたら、それはあれだよ。まだ日本語喋れるやつだね。俺あれで習ったもん。ジブリで。もう神様レベルになってるやつね。そう、今日のやつらは、あいつらはみんな言葉を忘れてバカになっちまったって言われてるやつ。あれか、おこと主か。そう、こと主様。そうだよ。もう、言語を忘れて思想を忘れた。ただのけだものになってしまった思想のことです。俺が見たのは神様よ。そうだな。はい、おはようございます。朝っすね。そうっすね。ちょっとね、スーパー銭湯でね。泊まったね。泊まってね。でしたっけ？うん。あんまり良くなかったな。正直。ちょっと、風呂が汚かった。そうね。うん。そういう部分あったな。うん。まあちょっとね、値段がね、高いとこやったから。そう、楽しみにしてたんですよ。楽しみにしてたんやけど。したらもう、なんか、なんていうの？お風呂のヘリの部分の、が全部ヌルヌルで、なるほど。床もヌルヌルで焦げそうになるし、結構気持ちが悪い感じだった。俺はね、寝る場所がさ、仮眠スペースみたいなのがあって、そこが畳で雑魚寝状態なんですよね。はいはい。で、十何人がこう、寝てるようなところがあったんですけど、そこにちょっとね、変な人がいて、変な人いて、そこの部屋の入り口の部分ってさ、絶対みんな通るわけ、その部屋に入ろうとしたら。はいはい。入り口やからね。で、その入り口脇に寝てたんですよ。その変な人が。なんとも言えないね、ちょっと小柄で細身で、ひょろっとして、天然パーマの一重の男の人やったんやけど、その人から、まあ、半径3メートルぐらいに、もう俺もね、なんかどっか涼しいとこないかなって思いながら歩いてて、半径3メートルに足を踏み入れた瞬間にこれ寝てたんやけど、踏み入れた瞬間、怖えから。で、見てくんのよ。で、見てきて、なんでそんなみんなって思って、で、まあでも、なんか気持ち悪いけどもういいわって思って、ちょっと冷房のね、感じで涼しいとこ探してたんですよ。で、ちょっと、また3メートル以上離れると、スンってこうまた寝るんですよ。
なんだろう、センサーついてんのかな。そう、ほんとセンサーついてんちゃうかってぐらい、で、その時なんかね、ゴミとか持ってたから、あ、これもうさっきこれどっか捨ててこようって思って、また部屋出ようとしたら、もうそこの前通った瞬間、やっぱりセンサーだよ。赤外線だよ、赤外線。あれ人型のセンサーやったんか。そうだよ。はい、到着しました。大涌谷。大涌谷。あれ、大桶谷って呼んでたわ、俺。うん、大涌谷ですよ。もう後ろ、噴煙がすごいね。すごいね。また火山来ましたね。そう。で、この間の、福島。浄土平な。はい。あそこよりも、もう噴煙が上がる場所がすごい近いですよ。そうやね。うん。ほんで、めっちゃ綺麗。うん。もういろんな建物とかあるんだけど、すごいね、儲かってらっしゃるんかなっていうぐらい、綺麗にされてるわ。で、トイレとかもすごく綺麗だし、非常に、いい場所ですね。はいはいはい、そうだね。ほんで、ちょっとさ、今煙すごい見えてんねんけどさ、この火口自体はちょっと見えてなくて、そういうのもどっかから見えるんかもしれへんから、そうだね。ちょっとぐるぐる回りたいな。で、俺もともと神奈川県民なんで、そうやね。来たことあるんすか？ここ、子供の頃からよく来てるんですよ。そうなんや。ただ、見てる方でも、神奈川県の人で昔以来来てないっていう方いると思うんだけど、昔って、下のこの観光場所、駐車場のところから、上の卵を茹でたりしてる上のところまで勝手に上がれたじゃないですか。なんかさ、小屋が見えるんすよね。あれでしょ？ね。あそこまで勝手に上がれたんですよ。あ、そうなんや。俺、あれ、ブクブクしてるところがあって、山道のところに小型火口があって、そこ触って火傷したことある。あ、マジで？そんな近寄れたんや。そう。で、今はなんかツアーみたいにして、そう。監視員さんと一緒に行かないといけないみたいな、ね。ヘルメットかぶってね。残念ながら予約いっぱいで行けないんですけど、まあでも遠目からでも見えるんで、それはねちょっと見ていきたいな。かなり多分ね、噴火している場所が昔と変わってるみたいで。なるほど。だから神奈川県の人たち、子供の頃行ったことあるっていう人たち来ると面白いと思う。さらに違うんや。そう、さらにね、ちょっとカメラ振るとね、こっち側にもともとロープウェイ乗り場はもともとあったんだけど、なんかその奥にでっかいこのお土産物屋さんみたいのがボコボコ立ってて、まあ儲かってるよ。儲かってるね。まあちょっといい感じやから、俺らもそうだね、貢献しましょう。ちょっと楽しんで見たいと思います。あ、こっち側からだと火口の中がよく見えるんだ。そうでさ、なんかちょっとせり出しててさ、見やすい場所があるんよ。人いっぱいいるからさ、こっちから見ると、あれ何、黄色いの。あれ硫黄だよね。あれ硫黄か。そう、入浴剤の湯の花っていうのがあって、結構肌がスベスベになったりするから超綺麗になるっていう。あれ全部それが湧いてるってこと？すごいな。本当に気になるのがね、こっち側ね、木がさ真っ黒に枯れてるというか、これ焼けたんかな。炭っぽい。そうだね、炭化してるよね。そんな感じするよね。もしかして最近噴火しました？詳しいことは分からんねんけど、2015年に小規模な噴火があったっていう情報を見つけました。こっち側の景色すげえな。すごい。これロープウェイの発着場やからか、もう向こうからこっちにロープウェイが迫ってくるんよ。すごいよな。俺初めて見たわ、こういう角度で。そうだね、なかなか見れる角度じゃないね。そうやな。すげえ。こう見るとかっこええな。そうだよ。だって俺たち今いるところこんな感じ。これロープウェイ。ちょっと待って、俺がね近づけば見えるかな。わあ、すごいすごい。あ、目の前やん。本当だ、ロープウェイ真横だ。うわ、もう飛んでくやん、目の前から。すごい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 。これ大迫力じゃね？すごい。いいな。でもさ、大事なこと一個忘れてない？何？卵食わんと。ああ、忘れてた。そう、それを食べに来たんですよ。そうだよね。そう、朝飯黒卵やって思ってきてて。だからちょっと黒卵を食べに行こうよ。行きましょう。お土産物屋さんちょっと入ってみる。ああ、でっかいとこね。そう、ロープウェイの方のお土産物屋さん。カレーマンも売ってた。なんでカレーマンなんか分からへんけど、やっぱり噴火にちなんでじゃない？どういうこと？噴火にちなんでじゃない？どうちなんでんの？あれ、火を吹くよってこと？
ぶち熱。あ、そっち、辛くてこう火を吐くとかそういうこと。そういうポエムな部分私じゃなくて思いつかなかったまあいっぱいね、まんじゅうとかねそうやな。売ってんね。だから黒くて丸いもんが多いな。そうだね。黒糖まんじゅうとか、まあでもここにはうん、ないよ、俺たちが欲しがってるほやんまやな。俺らが欲しい黒くて丸いものはないな。つ。売ってた。嘘。あ、違うやん。湯の花。びっ湯の花。くりした。黒くて丸いものが売ってんのかと思ったやんか。違うじゃなかった。でもこれどうやって使うの？これをお風呂に溶いて入れるんですよ。ななんだけど追い炊き機能付きの、よくお釜では使っちゃダメなんじゃないかな。あ、そうなんや。そう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 。お釜ってそっちのお釜ね。今あんたの私のこと言ったでしょ。今言ってますよ。浴槽釜を炒めませんって書いてある。じゃあ使えるやん。私にも優しいみたい。炒めないって言ってる。私にもって。でもこれ騙されちゃいけないよ。あるやん、卵。これ騙されちゃいけない。黒卵でしょこれ。これ買った方がいいんじゃない？でもこれ違うしくない？違うんこれ。だってこれ燻製卵だ。え？燻玉だもん。違うん。振りかけると温泉卵の味に変わる温泉卵塩付きです。これちょっと外国のお客さんこれ騙されちゃダメ。スモークエッグって書いてあるでしょ。これスモークエッグ。This is not the traditional one, so you never buy this, okay? しかも温泉卵の味になる塩をかけることで、温泉卵の味に近づけるやから、温泉卵ではないんですよ。Yeah, so it only have a onsen kind of flavor salt, but actually this is not the right one. You have to buy it on the opposite side, so this is not the right one. Never buy this. 危なかった。やられるとこやった。それじゃないんやね。それじゃない。あっちでここで茹でたやつを食べるべきってこと。そう、ここでそうじゃなきゃご効能がさないべよ。寿命伸びひん、あれは。伸びひん、あれただのタンパク質だ。ここのやつは寿命伸びるらしいからね。そうだよ。どんぐらい伸びるんやろ。コウスケさん今その余剰分で生きてるんでしょ。そうだよ。もう俺子供の頃にそれ食べてなかったらとっくに死んでんの。あと何時間持つん？だからもうギリよ今。ギリ。あと15分ぐらいで死ぬよ。いやもう時間もなかったら何分しか早く食わなあかんやん。そうだよ。で俺ほんまに食べたことないんやけど、食べたことあるコウスケさんに聞きたいんですが、味はどうなんですか？への味。への味食べたくないやん。へなんですよ。ほんまに硫黄の香りがするってこと？あ、そうなんや。へエッグ。帰ろうか。で、なるほど。あそこの本来はツアーでしか行けないところからワイヤーがつながってて、あっちで茹でた卵をこっちにデリバリーしてるんですよ。なるほど。着きましたね。そう、それをここで売ってるはずなの。ここで買える。でも書いてないよ。いや、まあ焦りなさんなって。そんなわけないか。ないよ。だって一つ食べると7年だって。あ、ほんま書いてる。7年の瓶の一つで。そう。2つ食べたら14年の。いや、書く必要ある。今思ってしまった。そのまんまやけん。普通に掛け算しろやっていう。そう。だから2つ食べたら、だからちょっとおまけで15年ですとかじゃなくて。そうだよ。単純に掛けにやった。だから多分ここに売ってるんじゃないの。なるほどね。探してみよう。ないね。ないね。探してみたけど、ないがないね。あれ？すいません。例の黒卵っていうのはどこで買えるんですか？あ、向かい側、あっち側です。ありがとうございます。なるほど。向こう側だ。向こう側やって。まあもともとはこっちでも売ってたんでしょうな。そう、昔こっちで買ってたよ。なるほど。でもそこはちょっと若干記憶が違う可能性はある。そうか。で建物にもでっかい黒卵って書いてんの、この建物は。だから絶対そうやよ。昔は売ってたんやろ。昔はこっちだったんだ。今ちょっと体制が変わったけど、看板までは変えれてないっていうことやろな。へえ。
あったあったよ。これか。あったこれだ。これや。延命長寿。そうだ。黒卵中でどうぞ。へえ。4個入りお願いします。黒卵。はい。はい。どうぞ。後ろのお客様何にしますか。どうぞすごい。すごいスムーズやった。そうだよ。もうパッと渡されて。ね。じゃあちょっと食べよう。食べようどっかで。これも昔から変わらぬ。この袋に入ってんね。伝統的なやこれ。伝統的です。これは大涌谷トラディショナルなんだな。大涌谷にトラディショナルで。お。くそ熱いんですけど熱っ。はいはい、俺もそうです。熱っ。ちょっととりあえず卵持ってもらって。熱いでしょ。熱っ。黒熱っ。でこれが1個入ってるの、1袋入ってるんですよ。でこれをみんなで分け合いながら食べなくてはいけないんですよ。塩は1個なんや。そう。なるほどね。これもう昔からです。熱っ。その塩はなんか特別な塩なんですか。これは知らないです。でこうやって割ってそういう感じ。卵同士よね。卵めっちゃ黒いけど、まずちょっと見してよ。そうだよね。こんな割っちゃったけど。黒。そう。なんでこんな黒いん。そうか、これが珍しいんだもんね。そうよ。なんか地元民な、何を当たり前に割ってんの。そうだ。楽しませてくれ。そうだよな。黒卵で。そう、これを見たかったんや、これを。真っ黒血系。真っ黒。なんで黒なんねやろな。これなんか硫黄成分で変質して黒くなるそうです。そうなんや。で熱々今。もともとは白なんやね、これ。熱いんだ。でこれちょっと実はさっきミスって割っちゃったんですけど、こうやってぶつけて割って、で塩が1袋入ってるんで、これは4粒で1袋なんで、分けしなあかんね。そうで、温泉卵っていうとみんなフルフルのなんかやばいフルフルのやつをイメージしません？する。ここはね、ご飯の上で割ったらドロってこう黄身がいくみたいなさ、そんなイメージですよ。私ウルトラ普段さ、ちょっと私のツイッターアカウント見ていただくと、普段結構料理してるくせに、実は私ね、よくよく見るとあんまり卵って使わないんですよ、普段。それのせいで今言い訳すげえしてんですけど、何が起こってるかっていうと、すごい惨憺たるゆで卵の殻の割り状況に今なってて、大丈夫だよ、ジャンボありがとう。なんか綺麗に割れてない。ちょっと待って、ジャンボさんが綺麗に剥いてくれるとして、コウスケさんはどれぐらい惨憺たるものになったかみんなに見せていい？見て。惨憺たる。見えてもてるやん。そう、まあいいや。味はね、なんかなんていうの、先生天然っていうか、なんかこれがうまい。いただきます。懐かしい。普通にゆで卵に硫黄の香りがちょっとしてる。ついてるんや。この通り中が硬い、なんていうの、ドロドロじゃない。硬ゆで。それ。ちょっとジャンボもさ食べてみてよ。食べたい。これが新品状態ね。そう。真っ黒やん。そうなんです。ほんまに真っ黒。ムラもないぐらい真っ黒。ほんま。これもともとね、茹で始めを見ると白い卵なんだよ。なるほどね。これをガッチャンコするのね。ガッチャンコして。えいやと。すごい上手にできた。プルンプルンですわ。はい。じゃあお塩かけて。塩かけてね。うまや。胃の中でするわ。するよね。美味しい。卵も片茹でやねんけど、ちゃんと黄身しっとりしてて美味しいです。これで7年間寿命が延びました。7年か。107歳まで生きれます。だからジャパニーズテクノロジー。なんか小学校の時とかにすごいこういうの信じるわけ。絶対に生き延びるみたいな。おばあさんに買ってってあげなきゃとか。そうか。ピュアにね。すごい懐かしい味です。いいね。結構エモい。美味しい。今まで知らなかったんだけど、高原特納乳。高原特納乳を2つ2杯ください。すごい濃いらしい。美味しさを追求し、この味にたどり着いた旨味とコクのある一品って書いてある。ここだけでしか飲めませんって書いてたよ。ねえ、ちょっといただきますね。
あ、これはうまいぞ。違う？あのね、ミルキーの砂糖抜き。だいぶミルキーやぞそれ。ミルキーの砂糖抜きです。ほんまに？うん。そんなに濃厚？ちょっとこれマジでやばいよ。ちょっと飲んでみてみ。いただきますね。これですね。おお、ほんまや。だろ？後に来るわ。うわ、ほらミルキーでしょ。砂糖抜きやミルキー。ねえ、ほんまや。めちゃくちゃうまいなこれ。すごい。何これ。すごいな。脂肪分がうまい。こんな濃厚になるんやな。しかもさ、しつこくないね。気持ち悪いかと思ったの俺ちょっと正直。気持ち悪くない。生クリーム的気持ち悪さじゃない。でもうまい。でこれ牛乳なんやろ。すごいな。美味しい。サントリーの高原物語みたいな名前のね、こんなちっちゃい缶の乳飲料があるんですよ。それは乳飲料ね。乳飲料なのよあれは。それもすごい濃厚で、ちゃんと振らないとバターみたいに塊が中にゴロッと入っちゃうぐらい。でも美味しいんですよ。それを思わせるぐらい濃厚なんよ。ああ、すごいね。だけどこれが人工的にやったんじゃなくてナチュラルでこれなんでしょう。多分ね。もうこれさ、牛乳なのかな。でも産地直送とかっていう。そうか。さっき飲んだ牛乳、あれは間違いなく牛乳らしいです。そう、調整乳じゃないんだって、牛乳なんだって。お姉さんが教えてくれた。そう、ちょっとみんな飲んで。よし、じゃあ早速次行こうか。おいしい。